はい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カカカシヌピーです。今回はこちら、コッホケミーのマジックホイールクリーナーというホイールクリーナーですね。こちらを使っていこうかなと思います。僕もね、これ使ったことがあって、まだね、動画では紹介してないんですが、実はね、ちょっと前に公開したプロスタッフのモンスターサーベラスっていうホイールブラシですね。それを使ってる時に、実はこの商品使っていたんですよ。この商品について何か言ってるわけではないんですが、もうすでにね、気づいてる方もいて、動画のそのコメント欄にぜひレビューをお願いしますっていうね、コメントがあったので、今回実際に使っていこうかなと思います。そしたら早速、外へ、レッツゴー！はい、そしたら外にやってきました。今回このホイールで試していきたいんですが、結構ね、汚れてます。この辺はね、後でアップにしてお見せしたいなと思うんですが、まず使い方ですね。そんな難しくないです。使用方法はこの裏面に書かれているんですが、読んでいきますね。まず、よく振ってからホイールの表面に十分にスプレーしてください。汚れの程度にもよりますが、効果を発揮するまで2分から5分待ってから高圧スプレーなどでよくすすいでください。それだけです。高圧洗浄機ない人もいると思うので、実際にブラシを使って高圧洗浄機を使わずにも後で試してみたいなと思うんですが、一旦はここに記載されている通りスプレーして放置、高圧洗浄機でどれだけ汚れが落ちるのか見ていきたいなと思います。ホイールの汚れの方なんですが、こういったダスト汚れみたいなのと、あと奥がね結構ゴリゴリな汚れがついているので、この辺もね高圧洗浄機だけでどうにかなるのかっていうのを見ていきたいなといった感じですね。あとこの辺のねキャリパー周りの汚れ、この辺の茶色いのも取れるのかどうか、実際にねやってみようと思います。まずはよく振る。最初ここオフになってるのでスプレーをオンにして吹きかける。こういった感じですね。で、結構だらっと垂れるよりかはくっついてくれるようなそんな感じの液剤ですね。スプレーも出しやすいです。で、匂いはレモンっぽい感じなんだけども、やっぱり鉄粉除去剤の匂いっていうのは感じますね。けどゴリゴリ臭さっていう感じではない。こんな感じ。2分から5分放置して高圧洗浄機かけてっていう感じでやっていきます。はい、そしたら5分ぐらい経過したので高圧洗浄機で洗い流していきます。お、すごいね。いや、すごい。奥まで綺麗になってる。この辺も行こう。わかります？結構落ちてる。すごいわ。泡がすごいね。一旦こんな感じかな。これわかるかな。さっきまでここ抹茶色だったのに手で触ることなくここまで汚れが落ちました。で、ちなみに高圧当たってないところ、この辺はねやっぱ茶色いけど、それ以外のところはしっかり綺麗になってます。で、もちろんね汚れが落ちきってないような部分もあるんですよ。ほんと細かいんですが、この裏側とかね、この水がね当たりにくい部分、この辺は汚れが落ちてないですけど、これ普通にブラシとかを使えば落ちそう。もう汚れはねあらかた浮いてると思うんだよね。あ、ほら、すげえ落ちるけど、やっぱりコンタクトウォッシュはした方が良さそうな気がしますね。高圧だけじゃなくブラシとかを使った方がより綺麗になりそうな雰囲気がありますね。この辺のキャリパーのところに溜まってた汚れもしっかり落ちております。結構ね強力だなといった印象ですね。しっかり汚れを落としてくれる。で、やっぱ触れてないところだね。その辺を触ってあげればもっと綺麗になりそうな気がします。ちょっと同じホイールなんですが追加で洗っていきます。高圧洗浄機は使わずに、これね多分一回も汚れ浮かしてるからあんま必要ないと思うんですが、一応クリーナーをつけます。念のためね。で、ホイールブラシでやっぱ触ってあげること重要だね。あとこの泡立ちがいい。これブラシのおかげっていうのもあるんですが、泡立たないホイールクリーナーとかも結構あったりするんですよ。けどしっかり泡立ってくれるのこれいいですね。
はい、こんな感じでしょうか。じゃあ洗い流します。見違えるようにピッカピカになりました。はい、こんな感じでテッカテカのツヤツヤになりました。すごいね。何よりも奥の方ですね。ちょっと見えにくいんですが、やっぱこういった奥の方ですね。さっきまですごい茶色かったのにシルバーになっているので、すごいね、汚れ落とす効果が強いと思います。はい、そしたら比較なんですが、前側のホイールのみ洗ってあります。ホイールのみです。それ以外は本当何も一切やっておりません。やっぱ洗ってない方、後ろ側はちょっともやっと茶色っぽい感じで、前側洗った方はかなり引き締まっていると思います。汚れはね、比較的簡単に落とせたので、ほんとスプレーしてちょっと放置してガシガシやればいいだけなので、使い方としてはね、すごい楽かなと。運転席側の後ろ側のホイール洗っていきます。汚れ、鉄粉、いろんなものに反応してる感じがあるのよね。鉄粉だけじゃなさそうな感じがする。それは高圧洗浄機を使わずに、一旦ブラシ、これ汚れがひどかったので突っ込んでみます。もうほんとなぞっただけ。わかります？ここも行きますか。伝わるかな。ブラシを入れる、なぞる。汚れが浮いてるのがね、すごいわかる。めちゃめちゃ楽しいんだけど、そういうとこはこれでいきますか。これはなんか違う。汚れじゃない。なんかシールです。リアの方も洗い終わりました。ピカピカです。頑固な汚れはね、かなり落としてくれる、そんな感じのホイールクリーナーかなと思います。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、コッホケミーのマジックホイールクリーナーというホイールクリーナーですね。こちらを実際に使ってみました。使ってみた感想なんですが、汚れをすごくよく落としてくれる商品だなといった感じですね。で、貼り付きもいいし、泡立ちもいいので、想像以上に頑固な汚れもしっかり落としてくれるといった感じです。スプレーもね、しやすいです。匂いはレモンみたいな香りって言ったんですが、レモンで合ってるかな？もう一回確認します。なんか柑橘系なんだけども、やっぱ奥に鉄粉除去剤のあの匂いはいます。グッときますね。それは実際に使ってても思ったことです。さっき言ったみたいに汚れをしっかり落としてくれるでしょ？もう撫でるだけで十分です。で、商品的には高圧洗浄機などでバーッとすすいでくださいって書いてあるんですが、やっぱりコンタクトウォッシュですね。実際にブラシとかミットでちょっと触ってあげた方が綺麗になるのかなといった感じです。で、今回高圧洗浄機でもやったんですが、もちろんね、かなり落ちました。落ちたんですけども、どちらかというと、高圧洗浄機のこの水が当たらない部分っていうのが汚れていたので、しっかりブラシとかで触ってあげた方がいいですね。で、汚れの方はすごいよく分解されているので、撫でるだけで十分かなといった感じです。難点としては、まずはちょっと高いかな。これ 500ml で、送料込みだと4000円後半ぐらいですね。けど、やっぱりそのよく落ちるからか、人気すぎて手に入らない。すぐ売り切れちゃう。そこかな。これは僕悪いんですが、いっぱい使っちゃうと、やっぱコスパ的にね、今どれぐらいだ ?4 本やって3分の1ぐらいは消費したかな。3分の1から4分の1ぐらいは消費しました。なので、個人的にはね、ちょっと薄めて使ってもいいのかなって思うぐらい、汚れはね、しっかり落としてくれる感じですね。で、あと、そう、ホイールクリーナー全般に言えるんですが、これは、そう、弱酸性ですよね。よくあるのはアルカリ系。で、この商品でもあったんですが、実際にね、劣化してるホイール、かなり昔のホイールで、僕の場合はワゴン R なんですが、クリア塗装が劣化してるのか、それがね、ちょっとね、剥がれちゃうっていうのがありました。これはいろんなホイールやってきたんですが、今のところね、ワゴン R だけなんですよ。しかも、紫外線でもクリア自体がね、劣化してるような状態。この商品だけじゃなく、他の商品もいろいろ試したんですが、中性洗剤以外は、基本的にホイールクリーナーだと、剥がれるっていうか、ちょっとブヨブヨになってカサカサになっちゃうっていうことがありました。なので、ほんとね、より優しく洗いたいんだったら、中性洗剤がいいし、頑固な汚れにアタックしたい場合は、今回使ったマジックホイールクリーナーとかはかなりおすすめです。けど、今言ったみたいに注意点としては、ちょっと劣化したようなホイールには、どのホイールクリーナーも向かないですよと。個人的にはね、かなりおすすめ。ホイールクリーナーの中でも、今後も使っていく商品かなといった
た感じです。なので気になる方はぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。